こんにちは、ミッキーです。今回はバルセロナグルメ完全攻略13選としてご紹介していきます。スペイン・カタルーニャ地方の美食の中心地として世界中のグルメ好きから愛される都市バルセロナ。パエリアやタパス、ピンチョスが食べられる街として有名ですけれども、その背景としては恵まれた立地があります。バルセロナは地中海、牧場、畑に囲まれているその土地柄、豊富に現地の素材を使って魚介類のみならずお肉も美味しいことで有名です。そんな素材を使った料理は地中海料理とも呼ばれ、オリーブオイルとトマト、玉ねぎを使うことでその味わいが実現されます。季節ごとに味付けが違ってくるのも魅力的なので、そのあたりも含め楽しんでみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。続いてはバルセロナを代表する市場をご紹介。地元の言葉で胃袋を意味するベケリアの愛称で知られたベケリア市場。始まりは1217年に肉の市場から始まって、約150年前から野菜と果物の扱いも始まったとのこと。またその後に魚の取り扱いが始まったことを機に、市場のシンボルとも言われます鉄製の屋根が作られたことからこちらが大盛況になっています。近年スペインの食事と文化の考察、いわゆるガストロノミーが世界中から注目されるようになり、観光客も増加。バルセロナ市も市場からの文化発信に力を入れることで食のテーマパークとなっています。この後ご紹介しますランブラス通りを入り口とする市場で約200の様々な店舗が入居しています。売っているものの種類によってある程度エリアが分かれているんですけれども、厳密ではないのでしっかりと散策することがおすすめ。特に入り口付近は高価なことも多いので、一周してから購入するのが良さそうです。市場自体は7時オープンなんですけれども、商品が並びきるまでにラグがありまして、8時半頃にやっと並びきるくらいなので、9時前くらいに訪れるのが個人的にはおすすめです。ぜひ参考にしていただければと思います。基本的に市場なのでその場で購入していただくことが多いかなと思うんですけれども、物によってはお土産として購入できるものもありますので、こちらでお土産を探すというのもいいのかもしれません。やはり特に印象的なのは生ハム売り場。スペインを代表します生ハムやソーセージが種類豊富に揃っていますので、ぜひ一品いただいてみてこちらの市場を探索していただくのがいいかもしれません。今回はそんな生ハムと一緒にフレッシュフルーツジュースをいただいています。生ハムはイベリコ豚とチーズのセットで約5ユーロ、1000円弱でいただいています。フライドポテトも添えています。あとはフレッシュジュースとして作られましたスムージー。こちらは 2.5 ユーロ、約400円と比較的リーズナブルでございました。他にもカットフルーツ等もいいのかなと思いましたので、気になるものからぜひ購入いただいて、ベケリア市場の散策も楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのはバンタコーヒー。こちらはバルセロナの朝を彩るスペシャルティーコーヒーのスタンドです。平日は朝7時半から、休日でも9時からオープンしていますので、早朝から観光を予定している場合はこちらでコーヒーをいただいてから向かうような選択肢も取れます。内装はとてもおしゃれでシックな雰囲気。前回のヨーロッパ周遊ではイタリアに訪れていまして、イタリアではエスプレッソやカプチーノが主流だったんですけれども、スペインではカフェラテの提供もありましたし、フラットホワイトのようなオーストラリア系の飲み方を楽しむことができましたので、日本と同じく幅広い選択肢を選ぶことができます。さて、この日にいただきましたのはフラットホワイトとバナナブレッド、そしてパンデケソというメニュー。パンデケソというのはタピオカ粉と粉チーズを使ったコロンビアの伝統的なロールパン。ぜひこの機会に試していただければと思います。まさにこの空間は日本でいうところの無機質カフェ、映え空間としても抜群でございますので、素敵な写真を撮っていただきつつ、この後の観光を充実させるための腹ごしらえとしていただければと思います。
続いてはエルグロップと言いますパエリアが有名なお店。この日は先ほどのバンタコーヒーで朝食をいただいた後にグエル公園を訪問。その後グエル公園からカサバトリに向かう途中の道にあったのがこちらのエルグロップさんです。バルセロナにありますパエリアレストランの中でも有名なエルグロップ。バルセロナ市内にも3店舗あるようなんですけれども、基本的にメニューは同じ。今回はグラシア地区のお店を訪れています。日本人のお客さんがこの日も多かったので、日本人にとっては特に過ごしやすいお店なのかもしれません。予約をしなくても入れたんですけれども、予約をせずに入ると、なんで予約してないのみたいな感じで冗談交じりに迎えてくれるのも印象的でした。パエリアはベーシックなシーフードパエリアも美味しいようだったんですけども、ここではイカスミのブラックパエリアが特に人気とのこと。この日もそんなブラックパエリアをいただいています。その前にいただきましたのはサングリア。ご存知の方も多いかと思いますけれども、サングリアはスペイン発祥のお酒。数種類のフルーツやスパイスに甘みを加えて作られます。さて、こちらは今回注文したブラックパエリア。2人でいただいたんですけれども、十分なボリュームでした。そしてエルグロップの一番のおすすめポイントはパエリアを1人前から注文できる点。パエリアは注文後から調理が始まりまして手間がかかる料理なので、スペインでは2人前からのオーダーが一般的なようなんですけれども、そういった配慮はとても嬉しいです。実際にこの日もお一人で訪れている方がいるのも印象的でした。続いてご紹介しますのはトスカパラオ。こちらはカタルーニャ音楽堂の前に位置するレストランで、40種類以上の豊富なタパスが魅力。今回いただいたようにカタルーニャ音楽堂の訪問前後に訪れていただくと良さそうです。肉やシーフード、野菜をベースにしたメニューやパンを使ったお惣菜など、必ず気になるメニューを注文することができます。いずれのメニューに関しましても新鮮な食材の使用が魅力。毎日丁寧に調理して提供していただくことができます。そして魅力はドリンクにも。豊富な種類のワインやアレンジを加えたカクテル、そして地元産のクラフトビールを楽しむこともできます。さて、この日に注文しましたのはメニューオブザデイ。1人 16.5 ユーロで注文できるセットメニューで、3つのタパスをセレクトして注文できます。最初に映していました本日のクリームスープ。続いて注文しましたエンパナーダと言います具入りのパンのチーズ、オニオン添え。今映していますのはミニイカのフライ。他にも自家製ポテトのブラーバスだったり、ウェッジーズと言いますトマトのピリ辛ソース、もしくは角切りポテトから選ぶこともできます。こちらはスパニッシュソーセージになっています。あとはフムスを注文できたり、シェフのサラダを注文できたり、他には豚のサーロインや本日のリゾットがございます。これらのタパスメニューに加えまして、パンとドリンク、さらにデザート、もしくは食後のコーヒーをいただくことができます。そもそも物価が高いということもあるんですけれども、1人 16.5 ユーロで結構満足感たっぷりいただけたかなと思っています。営業時間は昼の12時から夜の12時。ということでランチのタイミングだったりとか、あとは少し遅めの夕ご飯にもいただくことができそうです。こちらは本日のデザートでいただきましたパンナコッタとチョコレートアイスクリームです。パンナコッタもずっしりと詰まっていまして、ボリュームたっぷりでございました。コーヒーもしくはデザートといった選択肢でいただくことができるんですけれども、この甘さがあるとやっぱりコーヒーもセットでいただきたくなるような、そんなメニューにはなっていました。今回2人で訪れて3個ずつのタパスを頼んだんですけれども、それでも食べられなかったメニューもあったので、とにかく豊富なメニューのタパスから選ぶことができて、ドリンクやデザートも楽しめますので、まさにスペインスタイルでいただけるような、そんなお店になっていました。続いてご紹介しますのは、冒頭でご紹介しましたバンタコーヒー同様、コーヒー店でお勤めしたいお店、ダルストンコーヒーです。こちらの店もスペシャリティコーヒーを使ったコーヒーの提供が魅力。こだわり抜いた一杯をいただくことができます。またロースターも兼ねているようなので、自家焙煎のコーヒーを提供していただくことができます。産地も単一で統一した銘柄で提供します、いわゆるシングルオリジンにこだわっているコーヒー店だからこそ、雑味のないスッキリした味わいを楽しむこともできます。また店頭には焼き菓子の提供もありましたので、コーヒーだけではなくて焼き菓子も楽しみつつ、もちろんテイクアウトで楽しむことができるようなお店です。この日はフラットホワイトとチャイを注文しています。
基本的に物価が高いヨーロッパですけれども、コーヒードリンクに関しましては日本と変わらないか、むしろ安く感じることができましたので、コーヒー好きな方にとってはとても嬉しいかなと思っています。こちらのお店に関しましては、冒頭でご紹介したブケリア市場からも近いので、ブケリア市場を訪問した後にお口直しでコーヒーをいただくのにもおすすめかもしれません。テイクアウト用のカップも可愛らしかったので、ぜひお気に入りの写真と一緒に収めてみてほしいです。続いて、ここからはお土産におすすめのお店をいくつかご紹介していきます。こちらはスペインで有名なスーパーマーケットチェーン、メルカドーナ。収益は年々増加しているようで、スペイン全体の食品小売業の 15% を占めるメルカドーナ。日本のセブンイレブンのようにプライベートブランドの提供もしておりまして、高品質ながらリーズナブルな商品も魅力的です。ここでは地中海料理を感じることができるような缶詰の提供などもありますので、ぜひお土産用として家族や友達、職場の方向けだけではなくて、ご自宅用にもご購入をご検討ください。続いてこちらはチョコレートアマトリエール。こちらはカサミラの隣にありますお土産におすすめなチョコレート店。個人的にはチェコの画家ミシャのパッケージデザインが素敵だったのでおすすめに感じました。もちろん魅力はパッケージだけではありません。アマトリエールアマリエは220年以上の歴史を持つスペイン最古のチョコレートブランド。その味わいも確かです。チョコレートの味付けとしましてはビター風味なので罪悪感がなくいただけて、もっと言うとカカオの配合率が高いことから健康にも良さそうです。パッケージが素敵なメニューをお土産に買っていただくのもいいですし、ばらまき用に小さいサイズのチョコレートの提供もありましたので、複数種類購入いただいて個包装で配ることができるという点で、特にお土産でもお勧めしたいようなお店でした。続いてはビセンス。こちらはスペインの伝統菓子トゥロンをいただくことができるお店です。アーモンド生産量世界3位のスペインが誇る素材が命の高級菓子。そんなトゥロンを看板商品に据え、専門店としてオープンした第1号店がビセンスです。素材にこだわり抜いた味わいが魅力的で、主原料となりますアーモンドは国産品のみを使用しているとのこと。ヌガーに似てるんですけれども、ナッツの含有量をヌガーの 30% にして 70% も使用しているので、その満足感高い味わいも含めて楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのはチュロスのお店。スペインの定番のおやつといえばチュロス。その中でご紹介したいのが今回のキュレリア・トレボールというチュロス屋さんです。こちらのお店はスペインの定番おやつでありますチュロスを食べられるお店の中でも特に人気が高いとのこと。先ほどのビセンスやアマトリエール同様、カサミラからも近いので観光の合間に訪れても良さそうです。そして注目すべきは営業時間。なんと金土日は24時間営業という本気ぶり。それ以外の平日でも8時30分から22時まで営業されているようです。そんな困った時のチュロスとしてもチェックできるようなお店でした。朝早くからやっているという点では、日本でもチュロス屋さんがあったらいいなと思えるようなお店。今回は6本のチュロスとショコラをセットにしたメニューを1つ注文。こちらは 4.95 ユーロで810円。もう1つはホワイトチョコレートを包んだ味のついたチュロス。こちらは 2.75 ユーロでした。イートインのスペースもあったので、今回イートインでいただいてるんですけども、このサイズ感も含めて持ち歩きにもおすすめかなと思いましたので、街歩きをしながらこのチュロス、チョコにつけていただくのも良さそうです。チュロスというとディズニーランドなどのテーマパークでいただくイメージが強いんですけども、やはり本場のチュロスは一味違ったので、ぜひともスペインに訪れた際には1回でもいいのでいただいてみてほしいです。続いてはカフェタイムで訪れましたエル・フォルネット。こちらは手作りのパンやケーキが魅力のカフェです。コーヒーを含むドリンクメニューも豊富に用意されていますので、一息つく際に抜群なカフェです。なお、提供されるパンは熟練の職人によって手分けられます一品。また、チェーン展開されているお店でございますので、日本でいうところのドトールコーヒーのように、ちょっと休憩したいなという時に、エルフォルネットと検索していただいて、最寄りのお店に訪れるのも良さそうです。そして注目すべきは価格設定がリーズナブルな点。なんと物価が高いスペインにおいてもパン1つ500円前後もしくはそれ以下でいただくことができるメニューが多かったので、軽く食べるときにまさにおすすめなお店だと感じました。こちらの店の営業時間も朝7時から夜10時までと比較的長い営業時間。口
口コミを見る限りもホテルの朝食を取らずにこちらでリーズナブルにいただくといった選択肢を取っていただいている方も多かったので、こちらも参考になるかなと思っています。さて、この日はフラットホワイトとチャイラテ、そしてホワイトチョコクロワッサンをいただいています。このクロワッサンはなんと日本円で320円。ドリンクは500円近くかかったんですけども、パンがとても安かったので満足感たっぷりでした。続いてご紹介しますのはセルベセリア・カタラーナというお店。こちらの店舗はイタリアから移動してバルセロナに到着後、初日にホテルにチェックインした初日にディナーの店として利用した店舗です。こちらはバルセロナを代表するレストランになっていまして、日本をはじめ世界中のガイドブックで広く紹介されています。また行列のできる人気店としても有名です。さて、入店後まずいただきましたのはコパ・セルベッサ、そしてコパ・ドゥ・サングリアです。いわゆるサングリアとセルベッサと言いますのはスペイン語でいうところのビールです。もう一ついただいたのはベルモット。ベルモットと言いますとコナン君に登場する黒の組織のメンバーのイメージかと思いますけれども、もともとはベルモットは白ワインを主体としたフレーバードワイン、ほんのり甘さを感じるようなワインになっていました。そんなお酒も充実していますセルベセリア・カタラーナ。姉妹店としては合計6店舗あるようなんですけれども、今回ご紹介する店舗がフラッグシップ店であり、姉妹店の中でも一番美味しいと言われています。一方でお店の魅力はカジュアルさにあり、ドレスコードを気にすることなく気軽に美味しい料理をいただけますので、そのあたりも魅力なのかもしれません。さて、今映していますのはコロッケ。衣がたっぷりついているような日本のコロッケとは違ってさっくりとした味わいも魅力的でした。こちらはエビのグリル、いわゆるアヒージョになっていますので、パンにつけていただくのもおすすめです。また先ほど紹介しそびれてしまったメニューとしましては、ハマグリだったりとかイベリコ豚の盛り合わせもありました。そちらも抜群に美味しいですし、今回ご紹介しています通り、スペインではタパスとして少しずついただけるのも魅力的なので、ぜひ様々なメニューを試しつつ複数人で楽しんでみてほしいです。今映していましたのはミニハンバーグ。特に日本人に人気だとのことだったので、こちらも注文してみてほしいです。こちらはオムレツポテト。一目見ると普通のオムレツかなと思いきや、ゴロッとポテトが入っているオムレツになっていますので、食べ応えも抜群です。またこちらのお店は営業時間も大きな魅力。平日は朝8時半から、土日は9時からオープンしていて、閉店はなんと深夜1時。その営業時間の長さもとても素敵です。そしてもう一つはフィレ肉のフォアグラ添え。意外と値段は安くて 6.95 ユーロ。フォアグラを味わうことができまして、その濃厚な味わいは抜群。苦手でなければぜひいただいてみてほしいです。さて、こちらのお店、ディナータイムである20時から23時頃は混み合うんですけれども、使い勝手がいいので困った時の利用店舗としてもチェックしておいてほしいです。その理由は定休日がない点。バルセロナは日曜日や月曜日を定休日としている店舗が多いので、もし滞在期間と被る場合はむしろこちらのお店を日曜日、月曜日用の店舗として押さえておくと良さそうです。続いてご紹介しますのはドラ・タパス・バー・レストランという店。こちらはカサミラのナイトツアー前にサクッといただいた際のお店。時間がなかったのでテラス席で簡単にいただいたんですけども、接客も良く提供スピードも抜群。長居できなかったのがもったいないくらいの店舗でした。さて、最初に映していましたのはクララというお酒。クララはビールをレモネードで割った飲み物とのこと。そんなクララもスペイン特有のメニューになっていまして、一般的なビールに比べてアルコール度数が低いので、お酒は苦手なんだけれどもせっかくだからアルコールを楽しみたいという方に特にお勧めできるようなメニューでした。他に注文したのはタコのガリシア風。そちらはスペインのガリシア地方のタコ料理です。もう一つは本日のクリームスープをいただきました。さて、話している間に次のお店に切り替わっています。こちらはトスカーニアというお店。サグラダ・ファミリアからも近い場所にありますので、サグラダ・ファミリアを観光後夕食に訪れるのが個人的にはおすすめです。こちらではカバと言いますサングリアと普通のサングリアをいただいています。カバと言いますのはスペイン産のスパークリングワインのこと。そんなスパークリングワインを使ってサングリアを作っていますので、サングリアカバなのかなと思っています。さて、そんなトスカーニアさんでいただきましたのはこちらのラザニア。ラザニアはもともとイタリア料理なんですけれども、こちらのラザニアは抜群に美味しかったです。ジューシーなひき肉が絡み合ってとてもボリューミー。お酒と合わせても十分に楽しめるようなメニューです。
もう一つはパエリア。今回のバルセロナの旅ではブラックパエリアをいただいてたんですけども、ベーシックなパエリアをいただいてなかったので、こちらで注文。もともとお米が好きな日本人にとってパエリアのような米料理を海外でいただけるのもとても嬉しいポイントかなと思ってます。立地もいいお店なので、ぜひとも訪れてみてほしいです。以上、今回はスペインのバルセロナグルメをご紹介させていただきました。今回は訪れやすいカフェもご紹介していますし、バルセロナグルメ一通りご紹介させていただいています。特にタパス風味でいただけるところがバルセロナ、そしてスペインの魅力になっていますので、皆さんも気になるものバンバン注文していただいて少量ずついただいてみてほしいです。またお酒のメニューも個性的なものがたくさんありますので、アルコールが苦手でない方に関しましては一通り飲んでみてほしいです。さらにアルコールに関してもいろんな人が楽しめるように、クララというお酒ですとかサングリアに関しては女性でも飲みやすいような味付けなのかなと思っています。あとは途中でご紹介したようなスイーツ系はお土産にも抜群ですし、カフェを特集している本チャンネルだからこそチュロスはぜひいただいてみてほしいです。もちろんチョコレートもつけつつ食べ歩きもしつつで楽しんでいただければと思います。以上ミッキーでした。ありがとうございました。